国会議事堂を建設するも維持費が足りず泣く泣く稼働停止した我らのネオ静岡。そして重い腰を上げて着手したジャンクション工事が完了するも早速渋滞、原因を突き止め渋滞解消に取り掛かるぞー。とりあえず一言言わせていただきたい。お前ら車線変更下手すぎん。いやお前が変なところで接続させてるからじゃね？よろしいならば一旦合流部分を破壊だー。結果変化なし。すぐには反映されないとかじゃね？ここのレーンを狭めることで、上に行きやすくしたら許されないかしら。直進の車が進みやすくなっても結局上に行く車には影響ない感じか？こりゃ参った。そして3時間後の午前8時、車線変更で減速はまりしつつも渋滞が解消。でもこれからラッシュアワーでまたすぐ渋滞しそう。で様子見してたら、高速に出るための地下道入り口で渋滞発生。ここバスが路駐できるように3車線を2車線に狭めてるから、交通量多いと辛い。ここから高速に乗って外部に行きたい客が現在140名待ち。人気路線だからなんとかこのまま使いたい。よし、一方通行のショートカットをつけよう。少しは渋滞緩和できるかな？どうなるかはわからんがとりあえず手探ってみよう。見守ってたら事故が発生して結果わからず。しかもピンポイントで事故多発しとるし。意図かなし。お前ら、車線変更下手すぎん。一言言わせていただきたいのですがここは高速道路ですよ。怒りたい気持ちもわかるけど落ち着け、早口になってんぞ。高速道路なので高速になっちゃいました。やかましい。ほんとこれどうしましょ。参ったな。高速道路を歩いてるおばあちゃん、どうしよう。渋滞の件で悩んでると思ったら徘徊老人で悩んでんじゃねえよ。ババアもろともデストロイだー。こら高架道路から突き落としたらおばあさんの腰に負担かかるだろ。静岡のばあさんは飛べるから平気。ってあれ？貨客が消えない？たまにこういうのあるよな。しかも貨客が邪魔で道路が敷けないだと？こりゃまずい、住民空中で待機中だぞ。ここに道路敷けないのはさすがに困る。とか思ってたけどいけた。で敷いたり破壊したりを繰り返してたら、貨客の撤去に成功。分岐する部分のつなぎ方に問題あったのかな？そして明らかに変わった車線変更のスピード。分岐する部分のつなぎ方に問題あったのかな？道路の施工に問題があったのか、車の数なのか判断に困る。まあ後で再確認だ。とりあえず車線の幅だけ3車線に戻しときましょ。あとはまた渋滞してから考えるべ。こんな感じにスムーズに流れてれば渋滞なんて起きなさそうなんだけどほんとむずい。高速に繋がる地下道出入り口が混んでるので、車線を2車線にアップグレード。思った以上に混むし、これ設計失敗したな。作り直すのめんどいから小細工だけでなんとかしたい。おい。そして激混みするぐるぐる駐車場。一方通行3車線だけど詰まっちゃったか。住民よバイクくらいは避けて通れ。コメントでも教えてくれてたけど、駐車場は一本奥側に道路敷くべきだったかな？これも設計ミスだな。さっきよりかはマシだけどまた混み始めた。進んでるってことはその先に車が行くわけで、今度はそっちが混雑してる模様。あちら立てればこちらが立たぬ。野郎ども、ちまちま回収だー。勢いはあるけどやってることはちまちましてます。こういうの楽しい。そしてスムーズに流れるの見るの、気持ちいい。ぬるぬる商用区へ車が流れております。微妙に詰まってるけどとりあえずこれでよし。地下道の合流部分で渋滞を発見。なんか知らんが合流部分がスムーズに進んでない模様。高速の方までぎっちり詰まっとる。こりゃお掃除しないとだ。適当に敷いてた地下道をとりあえず作り直し。合流部分で変な角度にならないように注意だ。片方の道路を高架にして、道路をまたいでから地下に潜るようにしたりちょい変更。ごっちゃりしててようわからんが、合流地点の間隔がちょっと伸びた。いい感じに車が吸い込まれていく。気持ちいい。東名高速に繋がるジャンクションも前よりスムーズになって、各所の渋滞も解消しやすくなったぜ。残念、渋滞が解消されると何が始まるかだって？新たな渋滞が始まるのさ。またがっつり渋滞しておる。とりあえず車線を増やしてみたら動いたけど、いかんせん車多すぎかも。幹線道路へ出てく車で、単純にキャパオーバーかもしれんな。でも2時間半ほど経ったらガラガラになる不思議。帰宅ラッシュには耐えられないけど、一応なんとかなってる感じみたいだな。我らがネオ静岡、大規模都市から巨大な都市になり申した。渋滞対策してるだけで街が発展しちゃったぜ。
渋滞は解消してるけど、ここはやっぱ交差点の間隔近すぎなのでクルドサックか。朝になったら通勤者とお客で、商店街はごった返しになりそうだもんな。そういや初期のタワマン撤去しようとしてたのにすっかり忘れてた。ここの住民の地下駐車場の使い方が悪くて、渋滞の原因になってたんだよな。はい、高密度地区にお引っ越し願います。行政立ち退きじゃ。そんなわけで高密度地区の区画をちょびっと追加で開放。こっちはこっちで渋滞増えてきたから今後がやや心配。まあ隙間が空いててもあれだし、埋めてから考えましょ。適当だな。タワマン引っ越しさせたもののまだ若干混雑しやすい模様。左折ショートカットは一部導入してるけど、道路幅広い交差点はどうしても混むよな。いい機会だし最強の十字路に回収するぞ珍しくやる気満々。これが最強の交差点だ雑にも程がある。まあ冗談というかやりたいことの確認と、道路のサイズ感を確認してるのだよ。これで完成なわけねえよな。今までは左折しか繋いでなかったから、右折もちゃんと繋ごうかと。だがこれじゃあ真ん中ギッチギチだぞ。コンパクトにまとめようとして、立体的にするも迷走している様子。ダメじゃねえか。やりたいことは分かってきたけど技術が追いつかぬ。ど素人のあがきをお楽しみください。この状態から横方向にも右折を追加すればいけるなぁと完成間近でふと気づく。このデカさじゃ既存のジャンクションと大きさ変わらないんじゃないかと。おい。そんなわけでインターセクションをサクッとアンロック。これで既存のジャンクションが使えるようになるぜ。だーっと見てみたけど私が作るよりもこっちの方が綺麗なけん。まあ素人仕事じゃあるまいし、綺麗に決まってんだろ。糸かなし。私としてはクローバー型が好きなんだけど、この世界の使用上乗り降りの部分で詰まりそう。で自分で改良型を作ろうとしてご覧のありさま。大きさはほぼ同じだけど、欠点がわかってるものそのまま使うのはちょっと。スタック型は機能面は理想的だけど、いかんせんでかすぎ。住宅街の区画とほぼ同じ大きさのジャンクションを、ただの交差点として使うのはちと無理。もう、めんどくせえ。誰か小型のタービン型作って他力本願。まあジャンクションの大まかな設計みたいのは分かった気がする。このノウハウで改修工事だうちのレイムさんは理解してなくても、分かった気がしただけで見切り発車する元気な子。まずは横側、繋がってた5車線変速型道路を撤去し、幹線道路と同じ高速の平行道路に刷新。縦側は面倒だったので既存の5車線変速道路を高架にして、幹線道路をまたぐように建設。手抜き？そんでお次は簡単に導入できる左折ショートカーッと。高架にしたからこれがないと左に曲がれないぜ。続いて今度は地下を通って右に曲がれるように。で地下で交差めんどいしこれだけでいいや。超絶いい加減工事じゃねえか。結果縦方向は左右進路変更できるけど、横方向は左折しかできない交差点が完成。地味に不便。まあここに U ターンできる場所あるし、その気になればどこでも行けるよ、多分。最短ルートは住民の方々でお考えの上導き出してください。そういえばここ地下通路あったなと思い出し、歩道橋も適当に設置。公領区に繋がる歩道がなくね？今気づいた。おい。住民高速道路だろうと歩いてるし多分平気だよ。さてお次は火葬場の近くなのに霊柩車アイコンが出たままなのでこれの対応。高密度地区のタワマンのご遺体の回収が間に合ってないようだな。区画を区切って火葬場の範囲を指定するため、駿河区をちょびっと縮小。いい加減この地区も命名しようかと思ったけど、思いつかなかったので大学から学園都市と命名。とある静岡のレールガン。こらこら。そんで学園都市に2つある火葬場の1つの稼働特区を、学園都市のみに設定と。これで霊柩車問題も時間が解決してくれるかな？県外からの輸入車でジャンクション関係ないところで渋滞。人が外からいっぱい来すぎはうちじゃどうにもできねえよ。ここのところもいい感じに流れてるけど、さすがに渋滞しちゃってるよ。当初よりかは段違いでマシになったけど、これは今後が思いやられるぜ。まあ一応ほぼほぼ渋滞しない街にはなってきたかな？今深夜の3時半だしなんとも言えんな。よく見たらタワマンの裏に渋滞アイコンを発見。河川敷の元々あった外部と繋がる高速道路か。一層見まで伸ばしたいけどめんどいから棚上げで。今回も安定の棚上げ事故が発生し改修工事の経過観察できなかった地下出入り口が、また混んでたので再工事。そしてまた事故が発生し経過観察できず。この道路なんかの呪いでもかかってんじゃねえの？道路状況が不良になってないかと確認したけど、そんなこともなくほぼほぼ良好。でも関係ないところだけど不良もあるぞ。
んなわけで道路整備車庫を視察したら車が全部出てたので、追加の車庫をアップグレード。車両の数が5台増えた。気がついたら幹線道路の交通量がえげつない件。一応流れてはいるがこれはひどい。さっきの右折できない十字路工事のせいじゃないか？まあ時間が経てば解消されるよ、多分。適当だな。学園都市の事故現場はご覧のようにスッカスカに。一定時間スタックして消滅しただけかもしれん。そして渋滞発生から3時間経って、午後4時になったけどまだ混んでる模様。この後帰宅ラッシュだし、こりゃよろしくないな。学園都市に入ろうとして詰まってるみたい。やっぱりここの中央の道路削除したのまずかったかな？駐車場渋滞がひどくなってきたのが影響してそうだな。じゃとりあえず5車線非対称道路を復活。これで外から入ってくる車はどうなるかな？信号なしの状態でウォッチング。バススレスレに立つ住民に草。バスの運転手にプレッシャーを与えております。そして華麗に突き抜ける。てか車が全然進めてない。ダメだこりゃ。信号ありの状態でウォッチング。そして今、信号が青に変わる。これで外から入ってくる車も中に入れるはず。残念だったな、右折は後回しだ。結局信号つけても進めんのかーい。信号が変わるまでに一体どれだけの車が右折できるのやら。これはなんともはや。あ、もう信号が黄色に。結局信号変わるまでに渡れたのは4台だけ。次行ってみよう。仕方ないので一方通行にした。出る車が不便だがこれなら詰まりは減るかな？出る車のためにバイパス工事も実施。そもそも出入り口が同じ場所ってのも、渋滞の原因だったのかもな。お次は護岸工事をしようかなと思い、邪魔だった上下水の施設の撤去を開始。この断崖絶壁やっと手こ入れすんのか。めんどいから今すぐ河川敷工事はしないけど、外部と繋がる高速もあるしいつかはやらないと。さいですか。で下水を撤去し処理能力が下がったので、排水処理施設に高度ろ過システムを増設。浄化率 10% アップ。下水処理能力の上がる追加の処理設備も増設。今後もこれ追加するだけで良さそうだし、下水の処理は楽勝だぜ。低密度住宅の家賃が高いアイコンがうざい。中密度のテラスハウスに建て直してやる家賃が高いとぼやかれ、建物を建て替えた鬼畜。こんな感じになりそうろちょっと背の高い建物になって、これはこれでいい感じだぜ。では渋滞問題も大体片付き、こっそり人口5万人を突破したところで今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。意味なく鉄道なし縛りで遊ぶも、意外となんとかなっているレイム。だが外部からの車は増える一方だぞ。続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ。